ンジョー。皆さん、こんにちは。20年以上、ロービーガン生活を続けているキコと申します。ロービーガンって皆さん聞いたことありますでしょうか？なかなか日本では聞かない単語だと思うので、まずはそこから説明させていただきます。ローというのは RAW で日本語で生を指します。そしてビーガンというのが動物性食品を食べなかったり、動物性製品を購入しなかったりする人たちのことを指します。で、ロービーガンということで、生の菜食主義というような訳し方になるのかなと思います。ロービーガンの人たちなんですが、私何を食べているかというと、主に生の果物、そして生の野菜、そして、ナッツ系ですね、アーモンドとかくるみとか、カシューナッツとか、あとひまわりの種とか、あと、シードで、チアシードとか、フラックスシード、アマの実ですかね、そんなものを食べたり、あとマッシュルームで、生で食べられるものを食べたりとか、あと海藻類なんかもあります。あとはリビングフードと言われるもので、一度加熱したものを発酵させて、例えばお味噌だとか、納豆なんかも取り入れる方もいらっしゃいますし、生醤油というものを、取り入れる方もいらっしゃいます。あと、発芽させた豆とか、スプラウト系も食べますし、基本その48度以上、熱しないものを、ロービーガンの人たちは食べています。基本生で食べます。加熱したとしても48度以下のものになります。なので、炒め物だとか揚げ物も食べないですし、ご飯ですね、白米とかっていうのも基本食べないです。私がロービーガンの存在を知ったのは2003年の大晦日パーティーでした。友達に誘われて行ったパーティーだったんですが、そこで出会った一人、ヒューゴという人なんですが、ロービーガンを実践している人で、彼からロービーガンという存在を知りました。で、その日から彼と、とても仲が良くなって今でも親しい友なんですが、彼曰くロービーガンに食事法を切り替えてから体調がすこぶる良くなったということを聞いて実践したのがきっかけです。なぜロービーガン食生活に切り替えたかについてなんですが、その当時ですね、私は様々な体調不良を抱えていまして、まず一つは卵巣脳腫、結構大きい、グレープフルーツぐらいの大きさとみかんぐらいの大きさの腫瘍が見つかって、2003年の11月初旬ですね、に、摘出手術をしたんです。したんですが、またその後、再発して、結局体内破裂をして救急車に運ばれたっていうことが、そんなことがありました。で、2つ目の問題なんですが、重度のアトピーですね。私はもともと小さい頃から湿疹とかアトピーはあったんですが、軽いものでひどくなる時もあれば、引いたりとか、基本そんなにひどいものではなかったので、一時期ステロイド剤を使ってたこともあるんですが、成人になっては基本ステロイド剤も使わず、共にアトピーと湿疹と共に生きるような感じでした。ところが2001年をきっかけに、ちょうどその卵巣脳腫が大きくなった時期ですね。それぐらいの時期から、アトピーがかなりひどくなってしまって、常にひどい状態が続いているというのが数年続いていました。で、2003年後半、2004年前半は本当に、苦しくって、もう気が狂うほどのかゆみに常に襲われてました。特に手ですね。両手がひどくって、あとこういった肘のところとかも真っ赤になって、常に血が流れていたり、海があったりだとか、あと首のところもですね、割れて、常にヒリヒリして、さらにかゆい状態、そんな状態が続いていたんですね。もうアトピーは卵巣脳腫より本当に、辛い、状態で、もう特に夜も眠れない状態だったんですね。夜眠りに落ちると、無性にかきむしってしまって、朝起きると膣に海とか血が、こびりついているような状態が、何年か続いていました。で、2004年から徐々にロービーガン食生活を取り入れていって、実際にロービーガン食生活に本腰を入れて、実践した時、あの時の、感動は今でも覚えています。体が本当に軽くて、体だけではなく心身とともに浮き上がったような、感覚がありました。こんなに素晴らしい気持ちになれたのは生まれて初めてなんじゃないかなとその時思いました。で、同時に、即効性もあったので、同時にこのロービーガン食生活っていうところに真実があるんだと、私なりにその時悟りを感じました。もともとロビーガンを実践したのが、卵巣脳腫の再発を防ぐと、重度のアトピーから、もう地獄のような痛みとかゆみから解放されたいという思いで、実践したんですが、いざ実践してみると、それ以外のことにたくさん素晴らしい成果がありました。例えば、実践をして、10日後に、会ったお友達がいるんですが、彼女が私を見るなり、どうしたのキコ、半分なくなってる、すごいねって、言ったんですね。その半分なくなってるっていうのが、私の体重だったみたいなんですが、当時私の今の体重より7キロあって、お尻周りとかお腹周りが、7キロ、減った理由みたいなんですが、私は体重計もその時持ってなくて、体重を、減らしたいという理由でやってたわけじゃなかったので、全く気にしてなかったんですが、そうやって言われてみれば確かに階段を登るのもすごく楽だし、走るのもすごくなんかぴょんぴょん跳ねる感覚というか、とにかく体が軽い思いがあったので、確かに7キロ減れば、かなり体が軽いって思えるのは、不思議ではないことですね。はい、で、その後出会った、その後再会したお友達なんかも、すごいね、キコ、なんか光り輝いてるよってなんかよく言われるようになったりだとか、すごい綺麗な姿したねとか言われることがありました。ちょっと説明がしづらいんですが、ものすごく気分が爽快で、えー生まれて初めてこんな感覚を持ったっていう感じがありました。で、その時、生まれて初めてこんなに気持ちいい、心身とともにこんなに健康な状態を初めてだと感じたんですね。このロービーガン食生活を実際、実践していないとなかなかこの感覚っていうのが分かりづらいかと思うんですが、その時29歳だったんですが、これまでこんなに素晴らしい気持ちになったことはないって断言できるような瞬間でした。なんていうんですかね、
光に包まれているというか、もうこういろんなことが軽くて、いろんなことが明るくて、小さい頃にもこんなに気持ち爽快な気分になったことはないなって思った記憶が、あります。で、卵巣脳腫に関しては、ロービーガン食生活をしている中では、全く再発はなかったんですね。なんかこう、手術をしたりだとか、体内破裂をして、ものすごい痛い思いをしたんですが、こんな簡単な食生活で治るものなんだって、こう、なんでもっと早く知れなかったんだろうっていう悔しい思いがあったのも、事実ですね。はい。で、あと、重度のアトピーなんですが、アトピーに関しては、実はかなり時間が、完治するのにかなり時間がかかったんですが、ただ、ロービーガン食生活に変えた、その当日の夜から、改善が、見られました。徐々に徐々にこう軽くなっていく、かゆみが収まっていく、あと皮膚の回復力が早くなっていくっていうのを感じました。ロービーガン食生活を始めてから良かったってことは本当に数えきれないほどあります。もともと卵巣脳腫の再発を抑えたりだとか、重度のアトピーの軽減だとか監視っていう目的があったんですが、それ以外にも、本当に、素晴らしいことがたくさんありました。一つは、体重7キロ減って、そこからリバウンドがなかっただとか、全体的に体がすごく軽くなって、気分も明るくなった、ポジティブ思考になっただとか、睡眠の質が上がっただとか、本当に数えきれないほどの恩恵を受けました。で、今日の動画では、私がなぜロービーガンを始めたのか、ロービーガンというのは、どんな食事をとるのかだとか、なぜ20年以上ロービーガン、ライフスタイルを続けているのかということを、触りを、説明させていただいたんですが、もっと詳しく知りたいとか、興味を持ってくださる方がいましたら、生道という私の本が、実は今年出版されたんですね。なので、実はまだ英語版だけなんですが、語訳版も少しずつ進めているので、ご興味がある方は、英語版なんですが、概要欄に貼っておきますので、もしよろしければ見てください。で、こちらの、最近出版したばかりの、e-book なんですが、実はこの本は20年以上前に、出版したかったものなんですね。ずるずると20年経ってしまいましたが、やっと20年越しで書き上げることができました。YouTube も、本を書くことも私は得意ではないので、かなりぎこちないですし、皆さんも聞きづらい点がたくさんあったかと思うんですが、やはり、私は英語で今まで、少しずつ発信はしてきたものの、日本語では発信してきておらず、20年経った今でも、ロービーガンという食事法だとかライフスタイルが、ほぼ、皆無のような状態なので、ちょっと慣れない私なんですが、発信していかなければいけないなという、思いがあって、こうやって録画させていただいています。本の執筆だったり、インスタでの発信だとか、あと YouTube での録画、編集だとか、私の、得意分野ではないので、なかなかうまく進まず、ちょっと見苦しいところもたくさんあるかと思うんですが、そうは言ってはいられないなというふうに、最近感じたので、こんな感じで動画を発信しています。2004年の私に振り返って、あの時感じた、なんでこんなに素晴らしい情報を今まで知らずに生きてこられたんだろうっていう、ちょっと怒りと、喜びの中にある怒りもあったんですね。その自分が常に私の中にいます。なので、得意分野ではないんですが、できるだけ多くの方に、この情報発信をしたいという思いで、今日の動画発信を、させていただいています。はい。皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。本当に謝罪するところがたくさんありますが、皆さんの応援、とても、心の頼りになります。もし何か質問だとか、明確でなかったところがあれば、コメント欄に、コメントしていただければと思います。はい。では、こんな感じで、私の日本語の動画発信第1弾ということで発信させていただきました。では、また、動画撮影をしたいと思うので、皆さん、次回をお楽しみにしてください。それでは、サリュー。